酒ラボチャンネルの会です。そうです。安くて美味しいお酒11選。イエ今日は栃木県の増田屋酒店さんですね。こちらの安くて美味しいお酒11選、安さを追求するっていうよりかはコスパの面で、この値段でこの味で僕好きだなっていうお酒を11個選ばせていただきたいと思います。はい、では早速行ってみましょう。では最初1本目ですね。三重県のニトの純米生原酒でございます。万歳というお米を使った 70% のお酒です。ニトはね、もう確実だよね。割とそこまで今はまだ有名じゃないとは思うんですけれども、今ガーッと来てる銘柄の一つで、キャッチコピーが結構面白いですよね。二頭追うものしか二頭得ずみたいな欲張りなキャッチコピーのオクラさんです。言うだけあって味もめちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。それではお次ですね。茨城県の由比の特別純米、お米が一番星といって酒造公的米ではない半米を用いたお酒でございます。これも美味しいよね。美味しいですね。由比は本当にもう何飲んでも美味しいんですけれども、その中でも割とコスパのいい低価格帯の由比の商品になっております。由比はあれだね、うちの店長が結構好きだよね。そうですね。おすすめです。それではお次こちらですね。奈良県の今西、三室杉が有名なんですけれども、三室杉を作っているオクラさんの同蔵の別ブランドで、蔵元さんが今西さんっていうんですけど、その今西さんから取った、お酒でございます。結果が純米吟醸の室岡生酒で、これもすごい美味しいんですよ。飲んだことないって言ってたよね。僕ないですね。三室杉に負けずと言っていいぐらいの本当にハイクオリティなお酒になっております。次がこちらですね。中愛でございます。栃木県のお酒なんですけれども、ちょっと最近飲んでなかったんですよ。一回大吟醸だけの飲み比べみたいなのをしたことがあったんですけど、その中で一番美味しかったのが中愛だったりとか、めちゃめちゃ美味しいお酒を作ってくるお酒っていうイメージがあるんですけれども、新酒鑑評会の金賞もずっと多分続いてるんだよね。へえ。もしかしたら直近は外れてるかもしれないんですけど、ちょっと調べて今日はこの辺に貼っておきます。これは人心地の 65% なんですけど、人心地は栃木県の蔵がよく使っているなっていう酒米の印象ですね。今評価をすごく受けそうな感じのお酒。ただこのタイプはちょっと飲んだことないんで楽しみです。前回の秋山さんのお酒と被らないようにしてます。それでは次こちらですね。長野の川中島特別純米です。玄武が有名なんですけれども、その玄武の別ブランドですね。だから玄武がすごい美味しいなのは皆さんご存知のように、川中島もめちゃめちゃ美味しいお酒になっております。次がこちらで京都の沢屋松本の500万石です。大好きなお酒で、酒ラボも和どころとかも常にあるんじゃないかな。これは結構使ってますね。これだけ美味しくてこの値段っていうのはすごくありがたいなと思います。ガス感のあるタイプなんですけど、不思議と和食にも合うっていう酒になっております。これぜひ家で飲んでみてください。それではこちらですね。宮城県伯楽製の特別純米、有名な究極の食中酒っていう蔵元の新沢さんが中田秀と一緒に出てて、その時に昔からずっと言ってたもんねっていう、ヒデが新沢さんに究極の食中酒ってずっと言ってたもんねみたいな、定着してきたよねみたいな話をしてて、そうなんですね。でもなんかもう本当に感想もその通りで、本当にすごいお酒だなって思います。単体だとどっか物足りないなっていうような印象をわざと与えて、それでお料理を食べ合わせた時に味自体が完成するというか、口の中でお酒とお料理がバランスを取ったところで1になるみたいな、そういった狙いをあえてしているお酒だそうです。実際言われている通りのお酒だなっていうのは思いますね。そうですね。合う幅が広いですよね、食事と。広いですね。この裏書きの説明だとこれだけだと物足りないみたいな、実際このままでも十分美味しいっていう、美味しいですね。っていうお酒なんで、これ本当におすすめです。お次がこちらです。福島県の広渡川の特別純米、これはありましたかっていう感じですね。いいですよね、これ。冷酒でも常温でも温めてもすごく美味しいお酒の一つで、この値段じゃなくても多分僕家に買って帰ると思います、っていうねお酒の一つですね。次
次がこちらですね。滋賀県の恵美式センセーションですね。お値段が1375円。白と黒あるんですけれども、どちらも同じ値段だし、どちらもすごいおすすめなので、両方ともちょっと紹介させていただきます。この白と黒の違いは大きく分けると酵母だそうです。どっちもすごい美味しいのでおすすめですね。じゃあ次がこちらですね。栃木県旭栄の特別純米です。ラベルが変わってますね。このラベルのものは実はまだ飲んだことないんですけれども、旭栄さんのコンセプトは割と一貫しているので、同じような出質のお酒、いい意味でブレのないお酒、これも本当に一緒だと思うんですけれども、朝つゆのようなみずみずしいタイプの、そっとお料理に寄り添うようなタイプのお酒が多いので、この酒もそういう風になっていると思われます。お料理と合わせてもいいし、お酒だけでずーっと飲み続けていられるような主張の少ないタイプのお酒になっていると思います。次はこちらです。大分県の知恵美人純米酒でございます。お値段が1430円。知恵美人は少なくとも 5,6 年ぐらいをずっと飲み続けてるんですけど、その 5,6 年前からずっと美味しいお酒、変わらず美味しいっていうようなお酒ですね。タイプでいうと甘うまフルーティー系な感じのお酒、割と日本酒を飲み始めたばかりの方、初心者の方とかにもおすすめなお酒になっております。はい、ではこちらいきます。群馬県の町田酒造のこちら増田屋酒店さんの PB プライベートブランドですね。名前が MM スパイダー。酒ラボによく来てくださってたお客様とかだと結構おなじみかもしれないのが、町田酒造のスペック非公開っていうお酒、見覚えがあるかもしれないんですけれども、そちらが別のラベルになって、また作りもちょっとパワーアップしてっていうところで MM スパイダーめちゃめちゃおすすめです。最後こちらにします。またちょっとかぶっちゃうんですけれども、何せねきっとコスパがいいので、そうですね。ただちょっと違うのが春の薫風っていう春酒になっております。ちゃんと違いがある、キットはキットなんだけどね、これがなんと値段が1265円。安っ。これも本当にすごく美味しいのでおすすめです。すごい鍋島が普通に冷蔵庫の奥がすごっですね。紹介しきれなかったらいっぱいあるんで、この赤ぶとかもそうですね。そうですね。美味しいですね。千金もいっぱいあって、多分千金売れてるんだろうね。なんかお棚が。本当ですね。栃木のお酒はあんまり入れれなかったから、次の買い物動画でいっぱい買っていきたいと思います。ですね。はい。それでは安くて美味しいお酒11選でした。安くてというかコスパとかを重視してで1500円以下で全部考えました。はい。です。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。